さまざまな幼女が登場する僕のヒーローアカデミア。あなたの好きな幼女は誰ですか？小さい頃のヤオモモ。ということで今回はこの世の断りを超越した個性を持つ少女エリちゃんについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで最新話を読んでからこの動画を見てね。この動画を見終わった時、あなたは10年後が楽しみっすねとつぶやいていることでしょう。それでは行ってみよう。本名エリ、12月21日生まれの6歳で、身長110センチと平均身長より若干低めなおとなしい女の子です。おとなしいというか、常に何かに怯えている感じだよね。シエ8歳会という暴力団の組長の孫娘として生まれたエリちゃんは、祖父に反発して家を飛び出した母親と父親の3人で幸せに暮らしていましたが、ある日個性が暴走し父親を消滅させてしまいます。父親を消滅させるってどんだけヤバい個性なんだよ。エリちゃんの個性については後ほど解説していきますが、エリちゃんはこの事件がきっかけで母親に捨てられてしまい、祖父であるシエ8歳会の組長に引き取られました。お父さんを消しちゃった挙句、お母さんに捨てられるっていきなり壮絶な人生だね。エリちゃんの個性を危険視した組長は、この得体の知れない力を発揮する個性の正体を解明するために、人体の知識に精通したシエ8歳会の若頭千咲会にエリちゃんの世話係を任せます。これが悲劇の始まりだったんだ。エリちゃんの個性の異常さに気づいた千咲は、ある目的のためにエリちゃんの体を使った人体実験を繰り返すようになり、毎日死ぬまで体を切り刻まれては死んでしまったらリセットと称して、千咲の個性オーバーホールによって再構築されるという地獄のような日々を過ごすうちに、心を閉ざすようになってしまいます。6歳の子が毎日死ぬまで拷問され続けるって地獄すぎるよ。なんで千咲はエリちゃんを拷問し続けたの？千咲がエリちゃんを拷問し続けた理由は、エリちゃんの個性巻き戻しが原因です。エリちゃんの個性の巻き戻しってどういう個性なのさ？巻き戻しの個性はヒロアカの作中で最も異質な個性で、この世の断りを壊すほどの力を持った非常に強力な個性です。この個性は触れた対象の時間を強制的に巻き戻すことが可能で、どんなに大怪我をしてもこの個性を使えば全回復させることが可能です。リカバリーガールの治癒とは何が違うの？リカバリーガールの治癒はあくまで人間に備わっている自己治癒力を促進させる能力なので、欠損してしまったりあまりにも重傷を負ってしまうと自己治癒力の限界を超えてしまうため、回復させることができなくなってしまいます。しかしエリちゃんの巻き戻しの個性は時間自体を巻き戻せるため、どんな状態からでも回復させることが可能です。回復っていうよりかはなかったことにする能力なんだね。時間を逆行するというこの世の断りを超えた能力であるこの個性に気づいた千咲は、非人道的な人体実験を繰り返すことでさらに研究を進め、個性を消滅させる弾丸個性消失弾と個性を復活させる結成を開発しました。なんで千咲は個性消失弾なんか作ったの？それはシエ8歳会のさらなる発展のためです。現在の個性重視社会で自由自在に個性を消したり復活させることができれば莫大な利益が生まれ、シエ8歳会のさらなる発展につながると考えたからです。究極のマッチポンプだよ。でもさ、その個性消失弾とエリちゃんが拷問されていたのって何か関係があるの？それは個性消失弾と結成、どちらも原材料はエリちゃんの血肉だからです。じゃあエリちゃんが拷問されていた理由って？個性消失弾と結成を大量生産するためにはエリちゃんの血肉が大量に必要だと考えた千咲は、極限までエリちゃんの体を削り取り、限界を超えて死んでしまったらすぐにオーバーホールの個性で生き返らせ、何度もエリちゃんの体を切り刻むというとても少年誌でやってはいけないような非人道的行為を繰り返すことで莫大な利益を得た千咲は、裏社会で圧倒的な権力を持つようになっていきました。堀越先生もシエ8歳会編は精神的にかなり辛かったって言ってたけど、小さい女の子が切り刻まれて死んだら何度も再生させられるって描写が胸くそ悪すぎるよ。毎日過酷な拷問を受け続けたエリちゃんはいつしか泣き叫ぶこともなくなり、ただ目をつぶって拷問が終わるのを耐え続けるようになりました。
また千咲の恐ろしい個性と残虐性を目の当たりにしているため、誰かに助けを求めればその人が殺されてしまうと考えるようになり、ヒーローに助けを求めることすらできなくなってしまいます。完璧に千咲に洗脳されてしまったんだね。その後、デクとミリオによって救出されたエリちゃんは雄英高校に引き取られ、相沢先生が面倒を見ながら個性を扱えるよう特訓に励みます。相沢先生ならエリちゃんの個性が暴走しても個性を消せるから最適だね。植物や昆虫が対象ならうまく巻き戻しの個性を使うことができるようになりますが、昆虫以上の生物になると消滅させてしまった父親のことが頭をよぎり、巻き戻しの制御が効かなくなってしまうため、なかなかうまく個性の制御ができない日々を過ごしていました。雄英高校に引き取られたエリちゃんは個性を使いこなせるように頑張っていたんだね。自分を助けてくれたミリオの個性を復活させたいと強く思っているエリちゃんは、ある日怪我をした子猫と子猫を探しに来た真相仁によって個性を使いこなせるようになりました。子猫と真相くんがきっかけだったんだ。どうしても大きな生物には怖くて個性を使えなかったエリちゃんでしたが、怪我をしている子猫のために勇気を振り絞り、巻き戻しの個性を発動。個性の制御もうまくいき、真相やミリオ、ミッドナイトの励ましもあって巻き戻しの個性を扱えるようになりました。そして全面戦争編の直前、ミリオの失ってしまった個性を復活させることに成功します。エリちゃんの個性復活までの描写はヒロアカ小説版雄英白書で深掘りされているよ。エリちゃんって最初は口数が少なかったけど、雄英高校に来てからはどんどん明るく上手に喋れるようになっていくよね。ミリオやデク、相沢先生やミッドナイトたち雄英教師の協力もあり、千咲から受けた暴力のトラウマから回復してきたことで年相応の感情を見せるようになったエリちゃんは、その後も雄英高校ライフをエンジョイしているようで、小説版の雄英白書やスピンオフチームアップミッションではエリちゃんのドキドキ雄英高校ライフが描かれています。エリちゃんのその後ってヒロアカ本編ではあんまり描かれていないけど、スピンオフ作品ではかなり掘り下げられているんだよね。エリちゃんの好きな食べ物はリンゴで、本編では文化祭でデクからもらったリンゴ飴に喜んでいる様子が描かれていましたが、スピンオフ漫画チームアップミッションではエリちゃんのリンゴ好きエピソードが深掘りされています。エリちゃんのリンゴ好きエピソードってどんな話なの？デクにリンゴ飴をもらったエリちゃんはリンゴ好きが限界突破し、リンゴ農家の検証に応募したことで段ボール数箱分のリンゴに当選します。大量に送られてきたリンゴにびっくりしたエリちゃんはミリオやねじれちゃんの提案でみんなでリンゴパーティーを開催することになりました。ヒロアカ本編からは考えられないくらいのほのぼのストーリーだよ。佐藤力道やデクたちの協力もあり盛大なパーティーが開かれることになったのですが、途中でリンゴが足りなくなってしまい買い足すかどうか悩んでいたところ、救世主が現れます。リンゴの救世主とは一体？エリちゃんと同じくリンゴが好物の常闇文影がエリちゃんと同じリンゴ農家の検証を当てていたようで、大量のリンゴを提供したことでパーティーは大成功に終わります。このリンゴパーティーでエリちゃんと常闇くんは同志になったんだよね。またエリちゃんは教師たちからも可愛がられているようで、特にミッドナイトや13号のお姉さん組はエリちゃんの身だしなみから心のケアまで熱心に取り組んでおり、まだ七五三をやっていないエリちゃんのためにみんなでエリちゃんの七五三を祝おうと計画していました。ミッドナイトってなんだかんだ面倒見がいいからいいお母さんになりそうだよね。もし生きてたら。だけどみんなの優しさに包まれたエリちゃんは今までの人生で幸せを味わったことがなく、ただ個性を利用されるためだけの材料として生きてきたため、もし自分が個性を使いこなせなかったらここから追い出されてしまうのではないかという漠然とした不安に駆られ部屋を飛び出してしまいます。幸せすぎるのが怖くなっちゃったんだね。プチ家出をしたエリちゃんは途中で怪我をした子猫を見つけます。それと同時にその子猫を探しに来た真相仁と出会い、2人は子猫を通じて交流を深めました。お互いに凶悪すぎる力を持った個性を授けられた者同士、気持ちがわかるのかもね。真相に励まされたことでトラウマになっていた生物への巻き戻しを成功させ、子猫を救うことができたエリちゃんは自信を取り戻し、ミッドナイトたちの優しさを受け入れるようになりました。ド変態なコスチュームばっかり着てるけど
センスは正常なミッドナイトがエリちゃんの七五三プロデュースしてくれてよかったよね。相沢プロデュースだったら絶対変な柄の振り袖着せられてそう。余談ですが、遊泳高校に引き取った直後はエリちゃんの個性を止めることができる相沢先生が面倒を見ていたのですが、センスが終わっている相沢先生は壊滅的なセンスの服しか買ってこず、世界的有名なデザイナー眼力美智子のクソダサトレーナーをエリちゃんに着させようとしたところを周りから止められたというエピソードがコミックスのおまけページで描かれていました。6歳の女の子が眼力美智子の服着させられたらトラウマになりそう。実はこの話には続きがあり、アニメ4期遊泳文化祭編のオープニング冒頭で相沢先生からもらった眼力美智子のクソダサトレーナーをエリちゃんが豪快に投げ捨て、後半のパートで相沢先生が投げ捨てられたトレーナーを悲しそうに見つめているという伏線回収がされています。アニメで見るとかなりひどいセンスのトレーナーだね。遊泳高校では様々な人と交流しているエリちゃんですが、小説版では爆豪とエリちゃんの交流も描かれています。絶対相性合わなさそうな2人じゃん。節分の豆まきイベントに乗じた訓練を行うことになった A 組はエリちゃんを人質に取ったヴィラン役の鬼組とエリちゃんを救出するヒーロー役桃太郎組に分かれ人質救出訓練が行われたのですが、爆豪にだけ特別訓練としてエリちゃんと仲良くなれという課題が与えられます。なんでかっちゃんだけそんな課題が与えられたの？ヒーローとしての実力は申し分ない爆豪ですが、愛想と素行の悪さは一向に改善する様子がなく、このままでは実際に人命救助した際要救助者が怯えてしまうのではないかと考えた相沢先生の独断でエリちゃんを人質役にした訓練が考案されました。確かに不安で怯えているところにかっちゃんが助けに来たらヴィランだと思っちゃうかも。幼い子供と仲良くした経験がほとんどない爆豪はエリちゃんとどう接していいか分からず、一方エリちゃんも怒っているように見える爆豪が怖くておどおどしてしまうという地獄のような気まずい状況が続いてしまいます。クラスメートがデクみたいに接すればいいのではとアドバイスするも、デクの真似だけは死んでもしたくない爆豪はますますドツボにはまってしまい、ギクシャクしたまま訓練は終盤に差し掛かります。かっちゃんとエリちゃんはどうなってしまったの？最終的にヴィラン役一人になった爆豪がヒーロー役を全滅させれば訓練が終わると考え、怒涛の勢いでヒーロー役を倒していくのですが、エリちゃんが隠し持っていたヴィラン撃退用の豆を爆豪にぶつけたことでヴィラン役が全滅し、訓練は終了しました。結局2人は仲良くなれなかったんだ。意外とそうでもなく、勇敢にヴィランに立ち向かった人質役のエリちゃんを褒めた爆豪と鬼の役を一生懸命やっていた爆豪をちょっと見直したエリちゃん、2人の奇妙な関係は変な形で少し進展したようです。エリちゃんが高校生くらいになったら案外爆豪と夫婦漫才みたいな感じになりそう。最終決戦でエリちゃんは何しているの？非戦闘員のエリちゃんの所在ははっきりしていませんが、エリちゃんの個性巻き戻しはヒーローにとってもヴィランにとっても切り札になる可能性を秘めています。それはどういうこと？まずヴィランサイドですが、エンデバーとホークスによって消滅寸前まで追い詰められたオール・フォー・ワンが千崎会が秘密裏に作っていた巻き戻しの個性を封じ込めた薬品を自身に注入し、全盛期の姿に巻き戻ることで復活を果たしました。オール・フォー・ワンが全盛期に戻ったら誰も勝てないよ。失った個性まで戻っているかは定かではありませんが、全盛期の肉体に戻ったオール・フォー・ワンには巻き戻しの個性が制御できる状態ではなく、常に巻き戻され続ける副作用が働いているため、一度使ってしまえば消滅するまで巻き戻り続けてしまうというリスクを抱えてしまいます。なんとか時間さえ稼げればオール・フォー・ワンが倒せるっていうことなんだね。対してヒーローサイドですが、正直エリちゃんの巻き戻しの個性を使わない限りほぼ全滅確定の状態まで追い詰められています。ヴィランとの戦力差を埋めるため分断して撃破することで対抗しようとしたヒーローたちですが、ワープゲートの個性を持つ黒霧が解放されてしまったことで分断作戦が失敗。ヴィランの主戦力が次々とオール・フォー・ワンの元に集い、作戦失敗したヒーローたちは絶体絶命の状況に陥っています。エンデバーもホークスも瀕死の状態だし、もう立ち向かえるヒーローが誰もいないよ。この状況からヒーローたちが逆転するにはオールマイトの完全復活しかありません。
オールマイトが復活すれば全員倒してくれそうだよね。しかしオールマイトが復活したとしてもワン・フォー・オールの力を全盛期のように発揮できる可能性は低いと思われます。オール・フォー・ワンが全盛期の個性を使えるならオールマイトも全盛期になるんじゃないの？通常の個性であれば体内の個性因子が作用して能力を発動するため、巻き戻しの個性で失われた個性が使えるようになる可能性は高いのですが、ワン・フォー・オールに至っては個性とともに先代継承者たちの魂的なものが存在します。個性に意志が宿ってるなら巻き戻したらどうなるのかな？現在は9代目継承者のデクがワン・フォー・オールを保持しており、先代たちの意志もデクの中にいる状態です。もしここでオールマイトが全盛期に巻き戻ったとしても、先代継承者たちの魂が入っていない状態でワン・フォー・オールは個性を発揮できるのでしょうか。確かにオールマイトの魂みたいなのもデクの中にいるから、オールマイトが巻き戻っても個性は戻らなさそうだね。でもさ、オールマイトが復活しなかったらヒーローたちが逆転するのは無理なんじゃない？オールマイト復活の可能性が絶たれた場合、最後の希望になり得るのはエリちゃんと千咲会ではないでしょうか。エリちゃんはわかるけど、なんで千咲が関係してくるの？それはこの2人の個性は明らかにこの世の断りを超越した能力だからです。時間を巻き戻すというエリちゃんの個性も異常ではありますが、分解した後に再構築するオーバーホールという個性もある意味巻き戻しと同じ現象を引き起こしている突然変異の個性だとは思いませんか？確かにオーバーホールも一回壊してから巻き戻してるよね。堀越先生曰く、これまでのストーリーは全て最終回に向けて意味のあるものになっていると語っているように、絶望を描いたシエハス再開編は最終章で希望に反転する可能性が高いのではないでしょうか。千咲もレディー・ナガンと一緒に脱獄してきたし、何か役割はありそうだよね。雄英高校で過ごすことで過去のトラウマから立ち直ろうとしているエリちゃんですが、シエハス再開編でのわだかまりはまだ決着していません。エリちゃんのおじいちゃんの組長も意識不明になったままだし、シエハス再開編の伏線はまだ残っているよね。千咲の個性によって意識不明にされた組長ですが、千咲の両腕がなくなった状態でオーバーホールの個性は発動できません。そこでエリちゃんが千咲と対面し、千咲を巻き戻すことでオーバーホールが復活。組長と千咲、エリちゃんが和解することでこじれた関係性に決着がつき、千咲が最終決戦に参戦するという流れになるのではないかと考察しています。オーバーホールが復活したらエンデバーとホークスを全回復させればヴィランたちといい勝負ができそうだよね。ということで今回は物語の大きな鍵を握った少女エリちゃんについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらヒロアカに出てくるちびっ子たちについての解説動画を作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ